皆さんこんにちは。卓球の深すぎる用具の世界へようこそ。ケンジです。今日もね、誰も踏み込まないような用具の超ディープな領域を科学的な目線と圧倒的な熱量で切り開いていきたいと思います。そしてお相手はアシスタントのみさきです。視聴者様よろしくお願いします。今回のテーマを聞いたとき、私あまりのハードルの高さに震えちゃいましたよ。だって世界最高峰、そして中国ナショナルチームの圧倒的な覇権を支え続ける絶対王者、高速機 DHS のラケットを丸裸にする真相調査分析報告書に基づいた解説なんですもん。そう、ついにこの領域に手を出す時が来たんだ。高速機、通称 DHS。このブランドを語らずして現代のトップレベルの卓球を語ることは絶対にできない。特に最近はネット上の噂やベテランプレイヤーの感覚論だけで語られがちな DHS だけど、それじゃあ本当の姿は見えてこない。今回は公式の技術データや第三者の専門技術検証機関である TT ギアラボなどの厳密な実測物理データをベースにして、完全に科学の言葉で彼らのテクノロジーを解剖していくよ。視聴者様、今回の動画は間違いなく永久保存版です。ケンジさんの脳内にあるギアオタ知識がかつてない情報密度で大爆発しますからね。メモの準備はいいですか？ケンジさんの熱いマニアックトーク、最後までじっくりとお楽しみください。よし、それじゃあ早速、最高に熱くてためになる高速機ラケットの深淵なる世界へダイブしていこう。ケンジさん、まずはこの解説全体の核となる私たちが思わず仰天してしまうような驚きの発見をいくつかギュッとまとめて視聴者様に教えてください。一体どんな真実が待っているんでしょうか。OK、みさきちゃん。今回の深層解析で明らかになった超重要な発見をいくつかピックアップして紹介しよう。まず一つ目は、神格化されたプロ至急モデル W968 の冷酷な物理的真実だ。世間ではまるでこれを持てば魔法のようにボールが飛ぶ夢のラケットと言われているよね。でも材料力学的に見ると、補助材による科学的チューンと人間の超人的なスイングスピードという2つの要素が揃わない限り、実は空気の抜けたタイヤのように不反発で全く飛ばない木の板に過ぎないという物理的事実なんだ。誰もが憧れて何万円も出して手に入れようとする W968 がただ普通にテンションラバーを貼って打つだけじゃ全然弾まないんですか？その通りなんだ。一般的なミカ鋼のラバーをそのまま貼るだけでは、初期反発やエネルギー効率を表す一次弾性指数 EP が低すぎて、弾がブレードに過剰に捕まりすぎて失速してしまう。プレイヤー自身の強烈なインパクトで強制的にインナーの特殊素材 ALC を起動させて、初めてバウンド後に鋭く沈み込む癖玉を手に入れられる極限の超マニュアル仕様のプロ機材なんだよ。なるほど。お助け機能がゼロのまさに鍛え上げられたフィジカルエリート向けのアスリート機材なんですね。二つ目の真実はどうですか？二つ目は DHS 製品の QC 品質管理の冷酷な裏側だ。一般市販品、小チーム用、国チーム用というグレードの差は、実は製造ライン自体が分かれているだけでも、接着剤の化学配合が違うわけでもないんだ。同一ラインからプレスされた大量の合板を熟練の検査官が徹底的に選別等た QC フィルタリングした結果なんだよ。その厳格な選抜テストからこぼれ落ちてしまった交差落ち品、例えば木目にわずかな曲がりがある、重量が基準から外れているといった個体が、一般市販品、コマーシャル版や普及版の光沢シリーズやパワー G シリーズの製造枠へとダウングレード、リサイクルされていくという構造的なお話。うわぁ、木目の曲がりや重量のばらつきがあるものが普及版にリサイクルされるなんて、メーカーもベテランプレイヤーも口にしたがらない、でも非常に合理的な大人の事情ですね。そうだ。さらに今回は、オーソチキン仕様の 9968 と、ソンイン社仕様の SQ68 における中間層や芯材の厚み比率による構造設計の違い、一般プレイヤーの救世主である301シリーズに採用されている合板内部の残留応力を抑える特許製法 BBT、ブレードバランステクノロジーの凄さ。そして偽物を 100% 見破るための公式データベース照合手順と、2026年後半から始まる個人輸入の税制改正、免税枠縮小リスクまで余すところなくお伝えしていくよ。詳細は後ほどじっくり語るから、視聴者様は楽しみにしていてね。高速機 DHS っていうブランド名自体、すごくおめでたい名前ですよね。これってどんな由来があるんですか？すごくいいところに目をつけたね。
時は1959年、中華人民共和国の建国10周年という大きな祝祭の年だった。同じ年、ドイツのドルトムンドで開催された第25回世界卓球選手権で、楊国団、ロングオートアン選手が中国史上初の世界チャンピオンに輝いたんだ。建国10周年と初の世界体感、この2つの大きな喜び、早期が重なったことから、当時の周恩来総理が直々に高早期と命名したんだよ。周恩来総理が直々に命名？一企業のレベルを超えて、まさに国家の威信を背負ったブランドじゃないですか？その通り。だから高早期は最初から一般向けにラケットを打って儲けるという商業的な思想ではなく、中国ナショナルチーム、つまり CNT、チャイナナショナルチームの要求に応えて、彼らに勝利を保証する防具であり武器を作るというチャンピオンを装備するイクイッピングチャンピオンズミッションを背負ってスタートしている。なるほど。だからこそ、採算度外ないしでトップ選手のためだけに究極の特注ラケットを作るシステムが昔からあるんですね。そう。そしてその選手たちの感覚、例えば、ボールを掴む時間がもう少し欲しいとか、スイートスポットに当たった時の響きをパキッとした音にしたいというミリ単位の触覚を2002年に設立された DHS スポーツ用品技術センターが全て科学的にデータ化してきた。木材の振動減衰特性や接着層の先端弾性係数といった数値データへ厳密に落とし込んでいる。この徹底的な科学のアプローチこそが DHS が世界の卓球機材も支配している本当の理由なんだ。それでは、いよいよ多くの卓球愛好家にとって憧れの聖杯ともいえるあの伝説のブレードW968の解剖に入りましょう。このラケット、物理的にどういう構成になっているんですか？基本設計はいわゆる5枚木材プラス2枚インナー特殊素材の7層構造だ。外側から順にリンバ、上板、0.5 ミリ極薄、アユース、ソイタ、アリレートカーボン、特殊素材、ALC、アユース、芯材、肉厚コア、ALC、アユース、リンバという積層ブループリント、設計図になっている。インナーに ALC、アリレートカーボンを配置する、いわゆるインナーファイバー構造ですね。この構造の何がそんなにすごいんでしょうか？ポイントは、衝撃レベルに応じた動的非線形応答という物理メカニズムだ。台上でのつっつきやフリック、サーブ時の低衝撃な打球の時には、外側のリンバ材とソイ板のアユース材が持つ高い振動吸収性と柔軟性が支配的に働く。だから、打球感はまるで木材5枚合板のようにマイルドで、ボールを深くホールドする。ボールが勝手に飛び出さないから、細かい処理がピタッと止まるんですね。そう。でも、いざプレイヤーが全身を使ってスイングスピードを上げ、強烈なドライブを打つような高衝撃のインパクトを与えると、外側の木材層を透過した物理エネルギーが、芯材のすぐ隣にあるアリレートカーボン、ALC を強烈に変形、復元させる。この瞬間に爆発的な推進エネルギーが射出されるんだ。弱打では木材、強打ではカーボンという物理的なギアが完全に切り替わる非線形な挙動こそが W968 の真髄なんだよ。同じリンバーユース ALC の積層なのに数万円もする特注の W968 選手版と数千円から1万円台で買える一般市販品の強標流語がありますよね。この違いって何なんですか？そこが多くのベテラン選手も目を背けたがる品質管理 QC ヒエラルキーの真実だ。さっきも少し触れたけど DHS の製造ラインにおいて国チーム用、小チーム用、市販品で使っている基本的な金型や接着剤の配合、プレス機自体が変わるわけではないんだ。じゃあ何が違うんですか？徹底的な選抜テストだよ。全く同じラインからプレスされて出来上がった大量オブ合板ブレードの中から熟練の検査官が木目の等間隔性、密度、重量の交差、プラスマイナス 1g 以内、タップ時の共鳴周波数の純度を極限まで厳格にチェックしていく。そして、最も完璧で狂いのない最高中の最高ランクだけを抜き出して、シリアルコードを刻印し、ナショナルチーム支給用 W968 にする。なるほど。エリート中のエリートだけが選ばれるオーディションなんですね。そういうこと。その基準に少し届かなかったけれど、非常に優秀な個体が小チーム用アルファベットコードになり、一般的な交差の範囲に収まっているものが量産されて、一般市販品強標流庫として出荷される。そして、この最高基準の QC テストからこぼれ落ちた交差落ち品、つまり木目にわずかな曲がりがある、重量が軽い、重すぎる、残留応力によるわずかな反りがある個体は、一般市販品あるいは、ホーヒロシリーズやパワー G シリーズの製造枠へとダウングレード、リサイクルされていく。
く。これが DHS の厳格な選別ヒエラルキーのリアルな裏側なんだ。W968 の中にも実はいくつかの興味深いバリエーションがあるんですよね。そうだね。表面のリンバ常磐を玉薄で超硬質なエボニー材に変更した W968 の5エボニーサーフェイスプロビンシャルという小チーム向けの特殊仕様が存在する。表面の初期反発を高めることで、硬い中国製粘着ラバーを貼った時でもボールの初速を損なわないように設計されているんだ。黒炭ですか？見た目もすごく硬そうで、回転が強烈にかかりそうですね。さらに、グリップ形状も違う。中国ナショナルチーム仕様では、手のひら全体への面接触圧を高めるために、ネック付近、ブレードの付け根の肉圧をあえて太く成形した ST や AN が極少数生産されているんだ。そしてこの基本設計を、現代の飛ばないプラスチックボール 40mm プラスに対応させるために作られたのが、強漂流 5X ハリケンロング 5X だ。X がつくと何が変わるんですか？従来のリュウゴと比べて、アイユースのコア芯材の厚みを 0.5 ミリ増やして合成をアップさせた。その代わり、表面のリンバを限界まで薄くしたんだ。これにより、スイングパワーが簡単に芯の ALC とコア材に到達する気筒性。しかも、ブレード面積をわずかに 158mm×150mm と小型化したことで、重いラバーを貼っても総重量が 7g から 8g 削減され、ヘッドが軽くなったことで、遠心力、慣性モーメントが適正化されて、操作性が劇的に向上しているんだよ。ここからは、今まさに世界のトップで戦っている若きスター選手たちのモデルに迫りましょう。まずは、男子世界ランキング1位に君臨するワン・チューチン選手の使用モデル、強陽王です。これ、どういう設計なんですか？強陽王は、従来のW998と比べて、ALC カーボンの上に位置する中間木材層、アユースの添え板が肉厚に設計されているのが特徴だ。物理的な数値で言うと、全体の板厚は約 5.90 ミリに抑えられているんだけど、この中間層の絶妙な厚みによって、インパクト時にボールがブレードの中央部まで透き通るように食い込む挙動、専門的には倒木性が非常に高くなっている。ボールが深く食い込むことでどんなメリットがあるんですか？ここが面白いところでね、プレイヤーが自分の力を 100% 入れなくても 50% くらいのコンパクトなスイングで打球しただけで、ブレード自体の倒木性によってインナーの ALC が勝手に活性化して 80% のスピードに自動変換して飛ばせてくれるんだ。ワン・チューチン選手の試合を見ていると、前陣での凄まじいピッチのフォアバックの切り替えカウンターを連発するよね。あの極限までコンパクトなスイングで、なぜあそこまでの爆風ドライブが打てるのか。その秘密は、この強陽王の自動的な高エネルギー変換特性にあるんだよ。続いて、女子世界ランキング1位、無敵の女王であるスン・イーシャ選手の使用モデル S968 強氷ハヤテですね。こちらは9968とどう違うんですか？ S968 はね、9968とは全く逆の設計思想で作られている。総板圧はなんと約 5.85 ミリと極限まで薄く設定されている。その薄いブレードの中に強靭なインナー ALC を非常にタイトに積層し、かつアユースの芯材コアの厚み比率を3モデル、W968、9968、S968 の中で最も高くしているんだ。板厚を薄くしつつ、コア材の比率を大きくする。これによってどんな打球感が生まれるんですか？ブレードのしなり、変形量が徹底的に最小限に抑えられる。つまり、インナー構造でありながら、まるでアウターカーボンラケットのように、ボールのリリース、球離れが速くて、ダイレクトな反射特性を持つんだ。相手の凄まじいパワードライブを前陣でブロックしたときに、ブレードが負けて押されることがない。バウンド直後のライジングのボールを叩く、あの高速フラットカウンターの安定感は、この高い指示合成によって支えられているんだよ。私たち一般プレイヤーが DHS のインナー技術を体験できる現実的な選択肢はないんですか？もちろんあるよ。それこそが DHS の中核ポートフォリオであり、世界中でベストセラーになっている301シリーズだ。このシリーズはトッププロ向けの968系のしなやかな打球感をベースにしながら圧倒的なコストパフォーマンスと実用性を両立している。
リーズナブルなのに高品質って最高じゃないですか？でも、どうして安く作れるのに品質が安定しているんですか？その鍵となるのが DHS の特許製造技術である BBT、ブレイドバランステクノロジーだ。一般的な合板ラケットは湿気や乾燥、熱によって木材層が伸縮し、接着剤の縮み具合によって合板内部に残留旋断応力、つまり無理な引っ張り合いの力が内部に残ってしまうんだ。これがラケットの不快な反りや長期間使用した時の急激な弾みの低下を招く。しかし BBT プロセスでは一定の温度と低い圧力を極めて精密にコントロールした環境でプレス接着を行う。これによって合板内部の応力を極限まで低減し、空気中の湿気によるブレをなくして、いつでも新品のような安定した反発性能を維持できるんだよ。301シリーズの初代のオリジナル DHS301 と、その進化系である 301X について詳しく教えてください。OK。まず初代のオリジナル DHS301 は上板に非常に硬質な染色コト材を採用している。996-8よりも全体で 0.1mm から 0.2mm ほど薄い 5.8mm 設計だ。特殊素材は黄色と黒色のアリレートカーボンが使われていて、打球感はとてもソリッドでフラットな弧線を描く。余計な振動がグリップにスッと集中するから、台上でのタッチがわかりやすくて、相手のボールの威力を利用するブロックがすごくやりやすいんだ。実物を持ってみると、グリップもしっかり手に馴染む感覚がありますね。そして、これをさらにパワーアップさせたのが 301X ですね。その通り。301X は表面の染色コト材をさらに薄くして、その分、アユース芯材、コアを増圧して、全体の板圧を 6.0mm に引き上げたモデルだ。合成、スティフネスが劇的に向上していて、TT ギアラボの共鳴周波数データによると、オリジナルの301が 1333Hz なのに対して、301X は 1378Hz と明らかに高い。これによって、ミート打ちや強ドライブ時の反発初速が格段に速くなり、現代の重いプラスチックボールでも当たり負けしない力強い弾きを実現しているんだよ。さらに、301シリーズには特殊素材そのものを新しく開発した 301T、301Z、301H というより高性能な先端モデルも展開されているんですね。このあたりちょっと詳しく知りたいです。OK、ここからが DHS の材料工学の真骨頂だよ。まず 301T は柔軟なキー ALC、硬質な青 ALC、そしてカーボンという3つの異なる繊維を3元構式した3色ハイブリッド繊維をインナーに搭載している。これによりシリーズ中で最も合成と反発力が高く、打球感はアウターカーボンに極めて近い、弾き性能と回転のかけやすさを両立した超高速両ハンドドライブ用のブレードだ。グリップデザインも一新され、特徴的な三角形の印象が施されているんだ。3色ハイブリッドとは驚きですね。では 301Z と 301H はどうでしょうか。 301Z は新開発の補強型アミド繊維である Z ファイバーを採用している。これは従来の ALC よりも衝撃を吸収する力が強くて非常に柔軟な繊維なんだ。301初代のしなりと玉持ちをさらに深くしたような打感でボールが勝手に上がってくれるような高い弧線を描く。ミスに対する許容度が極めて高いから安定した連続ループドライブで勝負したいプレイヤーに最適だ。そしてその Z ファイバーを極限まで引き締めた高密度化 Z ファイバーを搭載し、板圧を 6.0mm に高めたのが最新のプレミアムフラッグシップ 301H だ。301Z のようなホールド力を維持しながら強打の瞬間に強烈なインパクトを受けてもエネルギーロスをゼロにして突き進む、まさにプロフェッショナルな指示構成を手に入れたシリーズ最高峰モデルだね。 DHS が誇る数少ないアウター特殊素材の傑作がスカイライン 506X ですね。これはどんな特徴があるんでしょうか。506X はね、明らかにバタフライの世界的名作ビスカリアをベンチマークとして開発されたラケットんだ。構造もコト ALC、アユース、キリ芯材という王道のアウター ALC 設計を踏襲している。 DHS が作る以上、ただのコピーではないですよね。もちろんさ、物理的な形状において非常に精妙な差別化が施されている。まずブレードのサイズ。ビスカリアが 157mm×150mm なのに対して 506X は 159mm×150mm とヘッドの先端部が数ミリ長いロングシェイプに設計されているんだ。これにより遠心力が大きくかかり、中陣から引き返した時のドライブの伸びが段違いに鋭くなる。なるほど。スイングのパワーをより効率的に伝える形状なんですね。
さらにグリップ、ハンドルがアジア人の手に合わせて少し薄くスリムに成形されている。フォアハンドとバックハンドの角度切り替え、いわゆる切り替えスピードがすごくスムーズに行えるんだ。プレス時の圧力もあえて低めに抑えることで、ボール衝突時のスイートスポットを拡大させ、アウター特有の硬い金属音を抑えたソフトで扱いやすいインパクトフィーリングを実現しているのも DHS ならではの設計だね。続いて、部活動生や卓球クラブでの普及用としてものすごいシェアを誇るパワー G、通称 PG シリーズですね。これはどんな特徴があるんでしょうか？ PG シリーズはね、いわば卓球界の超高性能インフラだ。その代表格である PG7 は伝統的な7枚純木合板、リンバ、アユース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 、リンバ、板厚 6.1mm から 6.3mm を採用している。特殊素材を一切使っていない純木ブレードなんだけど、独自の高圧真空ボンディング技術でガチガチにプレス接着されているんだ。高圧真空ボンディング技術、なんだかすごそうな技術ですね。これにより純木でありながら炭素繊維、カーボンラケットのようにインパクトの強さに比例してどこまでも飛距離が伸びる線形的なエネルギー蓄積、リニアパワースケーリング特性を持っている。だから木材本来の心地よい打球感を手元にしっかり感じながらプラスチックボールを力強く打ち抜くことができるんだ。他にも PG5 や PG5X は強氷流5の設計をベースにしたインナー ALC 構造を驚きの低価格で提供していて、フォア粘着バックテンションの現代スタイルに移行するためのエントリー機として世界中でメガヒットを記録しているよ。そしてもう一つ、日本のプレイヤーの間でも評価高いのが、元中国代表のトップ選手である放牧選手の名前を冠した放牧シリーズ、いわゆる B2、B2X ですね。そう、ヨーヒロ2はまさに W968 の構造をそのままリーズナブルに体験できるラケットとして開発された普及型ハイパフォーマンスラケットなんだ。B2 と B2X では何が違うんですか？ B2 がコントロールと心地よいしなり、球持ちを最優先しているのに対して B2X はアユースのコア芯材の合成を高めるチューニングがされている。これによりボールを押し出す一次元性 EP が強化されていて、高価な補助材ブースターで柔らかくしていないパッケージから出したばかりの一般的な粘着ラバーを貼った状態でも十分な球足の速さと破壊力を確保できるように設計されているんだ。実戦で勝つための極めて合理的なアップデート版だね。さあ、DHS の歴史を語る上で欠かせない伝説の系譜に入りましょう。まずは、世界選手権王者であるオーレキン選手の使用ブレードから始まった強氷王シリーズです。これらはどんな特徴がありますか？初代強氷王1は極薄 5.5mm から 5.7mm の5枚純木合板で DHS 独自の浸透防止性特殊接着剤によって木材本来のしなりを極限まで引き出したモデルだった。これがグラスファイバーカーボン GC をインナーに搭載した O3 を経て、現代は中国ナショナルチームの新星ムポン選手が使用する強氷 OACB へと進化したんだ。向こう選手モデル、最新の卓球スタイルに対応しているんですね。その通り、強氷 OACB は5枚合板にインナー青黒 ALC を2枚配置した設計になっている。上板には高質な染色コト材を採用。青黒 ALC のしなやかなクッション性と融合することで、竜ごと比較しても一次スピードの立ち上がりに非常に優れ、低く鋭いドライブ弧線を描くように精密にチューニングされている。現代の前陣超高速両ハンドピッチで無類の強さを発揮するブレードだね。そしてペン両面裏ソフト裏面ドライブ RPB の先駆者王鵬監督の強氷ハオシリーズですね。そう、大箱シグネチャーの最高到達点である強氷箱3は4枚合板のど真ん中にグラスカーボン1枚を配置した4+1構造 2+GC+2 という卓球界の常識を覆す前代未聞の設計を採用しているんだ。2枚の特殊素材を配置するのが一般的なのになぜど真ん中に1枚だけなんですか？2枚のカーボンを平行配置するとラケットが硬くなりすぎて手首を内側に巻き込んでボールの上部を極薄にする裏面打法の繊細なタッチでボールが滑り落ちてしまうんだ。しかし芯材に一層だけグラスカーボンを配置することでラケット全体が巨大な弓のように深くしなり、ボールを極限までホールドして強烈な前進回転を付加できる。さらにスイートスポットがブレード全面に均一化されるため打点のブレによるイージーミスを物理的に排除する。まさに王侯の RPB 裏面打法を完全にするためだけに作られた孤高の最高傑作構造なんだよ。ここからは DHS のインナー ALC W98 が日本のバタフライや欧州のアンドロ、中国のライバルメーカーと比べて力学的にどう効うのかを TT ギアラボの実測値をもとにガチンコ比較していきましょう。
よし、最高にエキサイティングなパートだね。今回比較するのは DHS-WQ68 ナショナル、バタフライインナーフォースレイヤー ALC、アンドロシンテリアック VCI、安定した性能を安価に提供する銀河プロ05の4本だ。まず最も注目すべきは、ボールを前方に弾き出す初期反発を表す一次弾性指数 EP だ。バタフライのインナーフォースレイヤー ALC が EP=1.87 という高い数値なのに対して、DHS の WQ68 はなんと EP=1.68 と極めて低い数値になっているんだ。特殊素材カーボンが入っているのに W968 はそんなに弾まないんですか？そう、バタフライのラケットはプレイヤーが多少体勢を崩して手先だけで打っても、ラケット自体の弾性復元力によってボールを自動的に前へ飛ばしてくれる、いわば高性能オートマチック仕様だ。これに対して DHS の W968 は台上の細かい技術の時にボールが勝手に飛び跳ねないよう初期弾性をわざと極限まで殺している。しかしいざ 100% のスイングで強打 EC 領域した瞬間、 W968 は深いしなりから EC×EP=0.89 という絶妙なエネルギー効率を持って相手コートで沈んで伸びる驚異的な癖球を作り出す。つまり他社製ラケットのようなお助け機能を排除し、プレイヤーのフィジカルとスイングスピードをダイレクトに要求する完全なマニュアル仕様のプロ機材なんだよ。ちなみにアンドロのシンテリアック VCI は EC×EP=0.99 と完全にリニアな弾み方をし、銀河のプロ05は W968 を忠実にリバースエンジニアリングして粘着ラバーへの最適化を安価に提供しているのが特徴だね。さてケンジさん、今回の報告書で一番衝撃的だったのが DHS のインナーラケットは単体では完成しないという記述です。これってどういうことなんですか？ DHS のインナーカーボンブレードはね、フォアハンド面に硬質な中国製粘着ラバー、特に強氷3、黒チーム用ブルースポンジなどを貼って、初めてラケットとラバーが一つの運動システムとして 100% 覚醒するように設計されているんだ。接着剤15号無機香水の物理化学反応がその鍵を握る。DHS 公式の15号無機海水ナンバー 15VOC フリーウォーターグルーってただの糊じゃないんですか？とんでもない。これは天然ラテックスゴムと高純度無機水溶液を主成分とした極めて分子凝集力の高いエラストマ、ゴムの被膜を形成するんだ。プロ選手はこの15号無機接着剤をラバーの裏面に薄く何回も重ね塗りする。すると硬質なブレード木材×分厚く成形された接着ゴム被膜エラストマー層×硬質なラバースポンジという強固な積層力学システムが誕生する。この第3の弾性層が打球時にまるでトランポリンのように深く沈み込んで復元するクッション効果を発揮するな。だから粘着ラバー特有の軽いタッチだと全然弾まないという弱点が消えて、素晴らしい飛距離とすまさしい回転量が生み出されるんだよ。さらにプロ選手の間では補助材ブースターによる過疎化プラスチックザイションが事実上の必須工程になっていますね。そうなんだ。海府海上名月などの有機エラストマーカサ材をスポンジに染み込ませると、ポリマーサの間欠を押し広げてゴムを柔軟にする。これによりラガーが大きく反り返るドーム効果が発生し、それをラケットに無理やり圧着することで強烈なよいっぱり張力プリテンションが常時チャージされる。これが超高強度のスプリングカタポルト効果となり、テンションラバーを凌駕する絶対的回転力と破壊力を弾き出すんだ。一方で安価なベビーオイル流動パラフィンを使った DIY ブーストが一部で流行していますが、これには大きなリスクがあるとか？絶対にやってはいけない。パラフィン油は非活性のため浸透速度が制御できず、スポンジを貫通してトップシートを接合している接着剤を分解し、シートが浮き上がるバブリング気泡化を発生させてラバーを永久に破壊する。さらにスポンジを完全に泥化し、強打時にボールを支えきれずに底つき失速させ、挙句の果てにはにじみ出たオイルが15号接着剤を分解して、プレー中にラバー全体がブレードから完全に剥離脱落する深刻なトラブルを誘発するんだよ。自分で危険なブーストをしなくても、今は日本が誇る一流メーカーニッタックが DHS の技術を日本のルールと高い品質管理に適合させて、素晴らしい製品を展開してくれていますよね。そうなんだよ。ニッタックは DHS が持つ世界一の粘着スピン技術に、あらかじめスポンジへテンション効果を含浸させる独自技術アクティブチャージ AC を融合させた。これによって貼るだけで素晴らしい弾みと放物線を描くターボオレンジやターボブルー、強氷880パワーといった名作を生み出したんだ。さらに2025年からはパッケージ裏面にニッタック正規検品 JTTAA 刻印の施された最高級ブルースポンジ搭載モデル強氷ネオ3黒強ブルーと小強オレンジの公式輸入販売を本格開始してくれたんだ。日本の一般競技者が偽物のリスクに怯えることなくと、正規店での保証付きで最高品質の支給用ランクモデルを安全に購入できるようになったのは本当に大快挙ですね。
一方で、個人輸入で調達しようとする場合には、財務省の令和8年度、2026年度関税改正の対抗等による税制改正リスクがあるんですよね。その通り、これまでは合計課税価格が1万円以下、すなわち購入総額が16,666円以下であれば免税されるという個人使用目的のルールがあったんだけど、これが2026年度以降廃止変更されて、免税枠が極めて厳格に縮小されるスケジュールとなっている。2026年後半以降は、安価な海外 EC での1万円前後の調達であっても、国内消費税や代行通関手数料が追加印課されるリスクがあるため、実質的な調達コストの変動には厳重に注意すべきだね。最後は一番にあふれる精巧なスーパーコピー、偽物を 100% 見破るための DHS 公式防偽クエリの全手順と実践的なアドバイスです。よし、手元に届いた製品が正規品であるかを科学的に認証するアクティベーションの手順は以下の3ステップだ。1、ホログラムの目視検査。3D ホログラムマークのスムーズな変化を確認する。本物は強力な接着層で固着されており、剥がそうとするとシール自体が引き下がれる。綺麗にペロリと剥がれるものは偽物だ。2、スクラッチを削る。シール中心の銀色コーティングを削り、出現する12桁、16桁、または22桁の数字コードを確認する。3、公式防偽サイトでの照合。DHS 防偽サイトにコードを入力する。結果、緑、First Inquiry Genuine Product 100% 正規品確定、初回登録成功メッセージ。結果、黄色、Already Queried on 過去の日時、模倣品確定、本物のシリアル番号が偽造シールに複製印刷され再利用されている状態。結果、赤、Code Not Found 100% 偽造品確定、データベースにシリアルが存在しない。この3ステップを踏めば誰でも確実に偽物を排除して本物の DHS テクノロジーを手に入れることができますね。その通り、総括として DHS のインナー ALC ラケットは極限のしなりと特殊素材の復元エネルギーを融合させた世界最強の兵器だ。しかしその性能を解き放すにはプレイヤー自身の強靭なフィジカル、そして接着メンテナンスの正しい管理が絶対に必要となる。安さだけに目を奪われて非公認店舗のコピー品に手を出すのではなく、日卓が日本公式に展開する JTTAA 刻印入りの国標商標の正規品を安全に購入するか、 AC 技術を内装した強標880パワーを選択すること。これこそが怪我を防ぎ、実戦における勝率を向上させるための最も科学的な最短ルートなんだ。ケンジさん、本当にありがとうございました。視聴者様、今回の超真相解説を参考に、ぜひ自分にぴったりの最高の一本を見つけてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。